どうも皆さん、シモンです。はい、今回は、動画のタイトルでもある通り、なぜこんなに、中学生がスケボー強いのかというテーマで話そうと思います。僕以前なぜ日本人が強いのかっていうテーマで動画を作ったことあるんですけれども、今回はなぜ10代の中でも特に10代前半がこんなに強いのか、その理由を、僕なりに考えたので、それを話そうと思います。皆さん、この前の千葉の X ゲームズ見ましたか？本当にやばかったですね。ギンム君のランを見てほしいんですけれども、これ千葉の X ゲームズの映像で、もう本当にやばいですよね。うますぎる。もう全技が何らかのフリップ入っていて、もうなんでミスらないのみたいなレベルで、本当に見ていて不思議です。で、僕が特に衝撃だったのが、このランの最後でやるフリップブラントビッグスピンアウトをランの最後ですよ。もう体力しんどくて、もう最後に決める技ってところでフリップのブラントビッグスピンアウト、こんなもうベストトリックでもやばいのにランの最後でやるって本当にもうどうなっとんねんって感じですよね。オリンピック後、スケボーの大会が世界中でめちゃくちゃ開催されてるんですけれども、その中でもう世界中の10代、特に10代前半とかの選手がもう勝ちまくってるんですね。で、結構みんななんで10代前半そんな強いのみたいな感じで僕に聞いてくるんで、今回はね、その回答ということでこの動画を作りました。結構ね、スケボーやってる方もスケボーやってない方も、気になってる方多いんじゃないでしょうか。くんな、こっち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 くんな。おりゃー！ Finish him! 俺の手に止まってくるとはバカなやつだ。男子ストリートは小野寺吟雲君が13歳で、優勝、最年少優勝ですね。で、ストリート女子はブラジルのライサちゃんが15歳で優勝。パークの方も女子は日本人が優勝して、14歳の平木心那ちゃんが優勝しました。こんな感じでもう10代前半がもう勝ちまくってるんですね。で、なんで何十年も練習してきた20代30代のスケーターが勝てないのか、 Why? とみんな思ってると思うんですけれども、その理由を説明していこうと思います。ではレッツゴー。大きく分けて2つあります。1つ目が身体的理由、そして2つ目が、環境的変化、時代の変化ですね。折れると思ったら折れんくてバリたかった。身体的理由の1つは、前にもね、なぜ日本人が強いのかという動画でも言ったんですけれども、スケボーって基本大会においては身体的なアドバンテージとか基本あんまりないんですよね。バスケみたいに大きかったら得意とかちっちゃかったら有利とかなくて、自分が得意な技をスケートパーク内で見つけてやればいいので、小さければ自分の身長とか体重に合った技のチョイスをすれば、いい技ができます。で、逆に大きければ、その身体を生かして、その人しかできない技があったりするので、アドバンテージはないです。で、前の動画でも言ったんですけれども、むしろ、ちっちゃい小柄な方が有利なんじゃないかと言われているぐらいです。なぜかというと、やっぱちっちゃい方が体が小さいので回転しやすかったりします。結構僕の友達でもね、昔できたけど大きくなってできなくなった技があるとかいう人も結構いるんで、やっぱね、体が小さい、体が小柄だからこそできる技とかもあるんだと思います。これは多分機械体操とかフィギュアスケートとかと似ていて、フィギュアスケートとかも体が小さければ回りやすいとか、機械体操も小さければ回りやすいとかも、あります。今、フィギュアスケートとかは確か年齢制限が15歳で、確か16歳に引き上げられたような気がします。これはね、過度な身体的負担を与えないように年齢制限を設置しているんですけれども、スケボーももしかしたらオリンピックとかはこういう風に年齢制限がつくかもしれませんね。なぜ僕はこう思うかっていうと、小さければ小さいほどどんどん大きいセクションに突っ込んでいきます。どうしても体が小さいと、平面から上に飛ぶっていうことが難しくなります。なのでどうするかっていうと、上から下に飛ぶ系の技が増えていくんですね。上から下に飛ぶってことはより大きいセクションになっていきます。そうするとリスクも高くなっていきます。なので小さい子供であれば小さいほど大きいセクションに突っ込んでいくってなると、やっぱね、体への負担も大きくなっていくんで、もしかしたら年齢制限が、ついてくるのかもしれません。身長大きい人だと平面からこうジャンプして上に飛ぶっていうことができて、それに乗るみたいなことができるんですけれども、小さい時ってどうしてもそれができないんですよ。なのでこう10段ステアとか15段ステアのところを思いっきりスピードでバーンっていって、こう下についてるレールに飛び乗ると、やっぱそのスピードがあるんで、オーリーをちゃんと上に飛ばなくてもスピードがあればこの下がってるレールに乗りやすいんですね、ちっちゃいと。なので、
小さい選手ほど大きいセクションを攻めるっていう風に今はなってるのかと思います。で今やっぱそのちっちゃい子は大会に向けてそういう大きいセクションをめちゃくちゃ練習してるんですよ。なのでそういうのを見ると年齢制限もあるんじゃないかと思います。ジャンプ力とオーリーの高さ、身長とオーリーの高さについてちょっとね専門家にインタビューをしてみたので、その動画をどうぞ。オーリーとジャンプ力は比例するんですか？しません。全然しません。多分。いいよ。じゃあオーリーの秘訣は何なんですか？緑養殖野菜をちゃんと食べる。言いたかったのはその体が小さければ小さいほどスケボーできるセクションの数が限られてくるんですね。やっぱ大きい人の方がセクションの使える幅は広いと。なので小柄であればあるほど大きいセクションを攻めがちっていうのはあるかと思います。ちょっとこれは子供が強い理由と直接関係あるか分かんないんですけれども、最近読んだ記事で面白いのがあったのでシェアします。スポーツと小脳の関係性っていう内容でした。小脳っていうのは大脳の後ろ辺にある直径10センチぐらいの脳です。小脳はどういう機能を果たしているかっていうと、聴覚や触覚などさまざまな感覚情報と脳から筋肉に向かう運動指令を統合してスムーズな運動を行えるようにしています。この体で覚えるみたいなところが小脳のすごい大きな役割になってます。だから簡単に言うと自転車の漕ぎ方とか泳ぎ方とかですね。でこの記憶っていうのは長い間ブランクがあっても思い出すことができます。なのでしばらく泳いでなくても泳げますし、しばらく自転車乗ってなくても自転車は漕げます。で面白いのが小脳の学習と記憶の成立は痛みの経験があることでより効果的になるってことが分かっているそうです。どういうことかっていうと、こう自転車で漕いでる時に自転車でこけて失敗しました、うわ痛い、その失敗した痛いっていう記憶が失敗と関連づいて、じゃあ次はこうしようっていう成功体験につながっていくそうです。こう比較して何が成功したかみたいな感じでこう学んでいくらしいんですね。なのでスケボーもこう技をやって失敗しました、でその失敗したっていうのが結構その時の痛みと関連づいて記憶に残るそうで、成功した時にその成功した時と失敗した時の比較をして覚えられるそうです。なのでいっぱい失敗するとデータ数が多いのでその成功率が高まったりするそうです。で小さい頃って痛みにすごい鈍感で、すぐ忘れるんですよ。小さい子は何回も何回も失敗しても恐怖心が芽生えなかったりして、すぐに成長していくんですね。なので子供がすごい成長早いのも、そういった理由だそうです。でこの小脳の発達は7歳から8歳ぐらいで完成して、新しい運動感覚に関してこう記憶できるのは13歳ぐらいまでだそうです。なのでそういうその身体的な成長においても子供はこう成長しやすいっていうのがあるそうです。で中学生が勝ち続ける2つ目の理由、その環境的理由なんですけれども、やっぱり最近その大会への重要度がすごい高まっているからだと僕は思います。オリンピックをきっかけにすごい大会の数が増えました。数が増えただけではなく、その知名度がすごい上げられる大会が増えた気がします。これまでその映像とかストリートでこう知名度を上げていたのに対して大会ですごいニュースになって知名度を上げられる環境になったので、みんな大会を目指して知名度を上げていく、知名度を目指すっていうのはすごい自然な流れかなと思います。なのでみんな練習方法もねすごい大会に出る用の練習がされていると思います。こうフリースタイルダンジョンに出て知名度を上げてから自分のラップを出すみたいな、こう大会で知名度を上げて上がった知名度でストリートパート出して自分のブランディングを作っていくみたいな感じの流れになっているんじゃないかと思います。どうしてもねやっぱ10代とか10代後半ぐらいまではなかなかこう自分のスタイルを出すっていうのがすごい難しいので、大会でこう能力をスキルをつけていって後々こうスタイルを出していく風になっていくのがいいんじゃないかと思います。で環境に関してなんですけれども、特に日本が強い理由は、すごい、練習環境というかその育成環境があるっていうのが大きいと思います。オリンピックをきっかけに特にスケボーっていうのがその習い事のようになったことによってすごい水泳のこの5級6級7級みたいな感じでステップバイステップで学べる
環境がスクールがあるっていうのがすごい大きいと思います。例えばこう小学生中学生をメインにスクールをやってるフレイクっていうスクールみたいなのがあるんですけれども、そことかもやっぱその今のトップ選手のほとんどが昔入っていて、各レベルにあってこう教えていって、ランプとかがすごく上手くなっていくみたいな、こういうなんかそのスイミングスクールみたいな感じでスケボースクールが日本では特に多いような気がしていて、僕結構海外行ってるんですけれども、日本ほどそういうスクールが充実しているのはあんまないと思うんで、そういう意味でも日本はね、そういうすごい真面目にステップバイステップで子供たちが練習してるんで、大会もすごく強いのかなと思います。関東に住んでる人なら分かると思うんですけれども、今本当に子供のスクールの数がすごいんですよ。で親のやる気も本当にすごいです。で、表彰台見てももちろんね20代とかも選手も出てるんですけれども、なんで10代に勝てないのかっていうと、今の20代とかの選手はもちろんね大会用に練習はしてると思うんですけれども、大会以外の練習もすごいしてると思うんですよ。ストリートの映像撮ったり他のね、とこ行ったりみたいな感じで、でも10代って多分本当にもう来年の大会に向けて1年間みっちり大会のために練習できるんですね。大会の練習とストリートって結構違うんで、その大会のために1年間みっちり練習した選手には多分20代であっても成功率とか及ばなくて、勝てないんだと思います。多分ね、できる技で言えばもちろんね大人の選手も、同じ技はできると思うんですけれども、メイク率っていうところで多分小学生に勝てないんだと思います。なんていうのか、こうサッカーのリフティングを極めまくってる小学生と世界のトッププロ比べたら、もちろんトッププロの方がうまいんですけれども、リフティングの勝負に関しては多分極めまくってる小学生の方が長続きできるんですよ。そういう感じで、大会のために練習している選手が勝ってるという状況にあるんじゃないかと思います。だから20代の選手がね下手くそなわけではなく、もちろん強いんですよ。てかもちろんうまい、めちゃくちゃうまい、なんなら10代よりうまい。ただ多分成功率っていう点で言うと今の、10代前半がすごい強いんだと思います。あと前の日本人がなぜ強いかっていう動画でも言ったんですけれども、やっぱ今スケボーの入門入るときにもう大会当たり前みたいな感じになってるんで、多分ね大会前提の練習がもう最初から始まってるんで強いんだと思います。はい、という感じでね、今回はなぜ大人が大会で中学生に勝てないのかという、内容でちょっと僕のね考察を話してみました。身体的理由と、環境の変化的な理由について話しました。もしよければ、高評価コメントとあと登録お願いします。で、僕にね話してほしい内容が他にもあればぜひコメントでお願いします。で、皆さんのね意見も聞きたいんで、ぜひね意見があればコメントでお願いします。全部読んでます。オンラインサロンやってるんで、ぜひオンラインサロンもねチェックしてみてください。で、僕ね今カフェやってるんで、それもねぜひチェックしてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイ。